皆さんこんにちは。こちらはダイヤトーン DS600Z です。発売は1993年。当時の値段は48,000円でした。これはダイヤトーンのエントリークラスのスピーカーです。30センチ近くのウーファーにスコーカーとツイーターを組み合わせた 3way のブックシェルフ型です。このタイプのスピーカーは70年代の後半に登場して90年代まで作られていました。このスピーカーからどんな音が出てくるのでしょう。今回はこのスピーカーの性能を詳しく見ていきます。このモデルのスペックは次の通りです。このスピーカーはバスレフ型です。30センチより若干小さめの27センチ 3way ブックシェルフです。ウーファーとスコーカーの振動板はアラビッド樹脂と FRP のハイブリッド構造です。ツイーターの振動板には HD アロイという合金が使われています。CD が登場した時に開発された DUD 構造が採用されています。DUD 構造というのはボイスコイルのボビンとダイヤフラムを一体化した構造です。クロスオーバー周波数 4kHz は10センチの口径に対して高い数字です。指向性のつながりに多少の不連続が出ることが予想できます。KA というのは音の広がりを表す数字で2以下が1つの目安です。これと類似のモデルに次があります。600シリーズはダイヤトーンの中で最も安価な 3way ブックシェルフでした。今回ご紹介するのはシリーズ最初の 600Z です。このスピーカーは中古でしたので状態を確認します。このエッジは布に樹脂を染み込ませたものです。かなり硬くなっています。中身を見ていきます。ウーファーの振動板は紙がベースになっています。紙のコシを増やすために FRP を貼り付けた構造です。センターキャップにはエポキシの眼芯がありません。繊維むき出しです。これは広域の減衰を高めるためでしょう。これはネットワークです。上の方はミッドレンジで下はツイーターです。ツイーターはコンデンサ1個でつないでいます。ウーファーのネットワークが見当たりません。配線を見るとウーファーはスピーカー端子直結です。これはコストダウンのためでしょう。
このエッジもかなり硬くなっています。ミッドレンジのフレームは樹脂です。安っぽく見えない見せ方がうまいですね。バックキャビティはドーム型の樹脂です。ツイーターのフレームも樹脂ですが、なかなか立派な作りです。この3つのユニットに箱がついて48,000円で売っていたのが驚きです。エッジが硬くなっているので軟化させます。軟化前後の違いを確認するために軟化前の特性を測ります。これは正面の周波数特性です。100Hz より少し上にピークがあって、そこから下が出ていません。これはシステム全体のインピダンス特性です。この特性を見ればスピーカーシステムの素性が把握できます。F0 が 100Hz ぐらいにあってバスレフがほとんど効いていません。こちらはウーファーユニット単体です。裸の F0 も 100Hz で Q が 1.6 もあります。かなり劣化しているようです。ブレーキフルードを使って軟化させます。裏からスポイトで注入して全体に慣らします。次回はメンテナンスの続きをご覧いただきます。